それでは皆さん、一度深い深呼吸をしていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐き出して、そのまま気持ちよく呼吸を続けていきます。夢十夜、夏目漱石、第六夜。運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながらに行ってみると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。山門の前、五六軒のところには、大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイラカを隠して、遠い空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上、松の位置がいい。門の左の端を目障りにならないように、ハスに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのが、なんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが、見ている者は、みんな自分と同じく明治の人間である。その中でも、車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だからか、立っているに違いない。大きなもんだな、と言っている。人間をこしらえるよりも、よっぽど骨が折れるだろう、とも言っている。そうか、と思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を彫るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた、仁王はみんな古いのばかりかと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだって言えますぜ。昔から誰が強いって、仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも、大和岳の御事よりも強いんだからって、と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って、仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、巣王だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし、運慶の方では
不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、あののみと土の使い方を見たまえ。在自在の妙境に達している、と言った。運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの刃を縦に返すや否や、ハスに上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小腹のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よく無造作にのみを使って思うようなまみえや花ができるものだな、と自分はあんまり感心したから、独り言のように言った。するとさっきの若い男が、何、あれはまみえや花をのみで作るんじゃない。あの通りのまみえや花が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない、と言った。自分はこの時初めて、彫刻とはそんなものか、と思い出した。果たしてそうなら、誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が彫ってみたくなったから、見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して、裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで、勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。
第7夜。何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。凄まじい音である。けれどもどこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火箸のような太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにじゅっと行ってまた波の底に沈んでいく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで周防の色に湧き返る。すると船は凄まじい音を立ててその後を追っかけていく。けれども決して追いつかない。ある時自分は船の男を捕まえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか？船の男は怪訝な顔をしてしばらく自分を見ていたが、やがてなぜと問い返した。落ちていく日を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か。それはほんまか。東出る日のお里は西か。それもほんまか。体は波の上。梶枕、流せ流せ。と生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢寄って、太い穂綱をたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ丘へ上がれることかわからない。そうしてどこへ行くのだか知れない。ただ黒い煙を吐いて波を切っていくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。際限もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけはいつでも真っ白に青を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるより、いっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかし、いろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。目を拭くハンカチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見たときに、悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩、看板の上に出て、
一人で星を眺めていたら、一人の偉人が来て、天文学を知っているかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が、金牛宮の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時、サロンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに背の高い立派な男が立って唱歌を歌っている。その口が大変大きく見えた。けれども二人は、二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようであった。自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、あたりに人のいない自分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが、自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れたその刹那に、急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれども、もう遅い。自分は嫌でも王でも海の中へ入らなければならない。ただ、大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし、捕まえるものがないから、次第次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は例の通り黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でも、やっぱり乗っている方が良かったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちていった。第8夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた三、四人が、一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見ますと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら、6つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。すると、お尻が
ぶくりと言った。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子がハスに見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。正太郎が女を連れて通る。正太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうも、なんとかです、と言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると、白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、ものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男は、やはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなってやがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は表の金魚売りをご覧なすったか。自分は見ないと言った。白い男はそれぎりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると突然、大きな声で、危ねえ、と言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の舵棒が見えた。
と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。ああもちや、もちやもちやという声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へ当てて、拍子を取って餅をついている。ああもちやは子供の時に見たばかりだから、ちょっと様子が見たい。けれども、ああもちやは決して鏡の中に出てこない。ただ、餅をつく音だけがする。自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると、帳場格子のうちに、いつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒い、まみえの濃い大柄な女で、髪を一丁返しに結って、黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま、札の勘定をしている。札は10円札らしい。女は長いまつげを捨てて、薄い唇を結んで、一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも、札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのは、たかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然として、この女の顔と10円札を見つめていた。すると、耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょうと言った。ちょうど馬よりだから、椅子から立ち上がるや否や、帳場格子の方を振り返ってみた。けれども、格子のうちには、女も札も何にも見えなかった。代を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が五つばかり並べてあった。その中に赤い金魚や、ふ入りの金魚や、痩せた金魚や、太った金魚がたくさん入れてあった。そうして、金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動には、ほとんど心を止めていない。自分はしばらく経って
この金魚売りを眺めていた。けれども、自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。第9夜。世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを暴れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて家のうちはしんとして静かである。家には若い母と三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行った。その時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長く刺して生垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子供に、お父様はと聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっちと答えるようになった。母がいつお帰りと聞いても、やはりあっちと答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして今にお帰りという言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は今にだけを覚えたのみである。時々はお父様はどこと聞かれて今にと答えることもあった。夜になってあたりが静まると母は帯を締め直して鮫鞘の短刀を帯の間へ刺して子供を細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供はこの草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下ってだらだら坂を降り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると暗い杉の木立になる。それから20軒ばかり敷石に伝い突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見るとその鈴のそばに
八幡宮という額がかかっている。八の字が鳩が2羽向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にもいろいろな額がある。大抵は家中のものの射抜いた金滴を射抜いたものの名前に添えたものが多い。たまには太刀を収めたものもある。鳥居をくぐると杉の梢でいつでもフクロウが鳴いている。そうして冷や飯通りの音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時、フクロウが急に鳴かなくなる。それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神の八幡へ、こうやって是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと、一途に思い詰めている。子供はよく、この鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると真っ暗なものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時母は、口の内で何か祈りながら、背を振ってあやそうとする。すると、うまく泣き止むこともある。また、ますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は舗装帯を解いて、背中の子をずり下ろすように、背中から前へ回して、両手に抱きながら拝殿を登っていって、いい子だから少しの待っておいでよ、ときっと自分の頬を子供の頬へすりつける。そうして細帯を長くして子供を縛っておいて、その片端を拝殿の欄干にくくりつける。それからだんだん降りてきて、20軒の敷石を行ったり来たり、お百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で細帯の丈の許す限り、広縁の上を這い回っている。そういう時は母にとって甚だ楽な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のないときは、中途で拝殿へ上がってきて、いろいろ透かしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに、幾晩となく母が気をもんで、夜の目も寝ずに心配していた父は、とくの昔に老子のために殺されていたのである。
こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。第10夜。翔太郎が女にさらわれてから7日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出て、どっと床についていると言って、健さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると、水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうして、しきりに感心している。その他には、これというほどの特色もない。あまり女が通らないときは、往来を見ないで、水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜糖や、リンゴや、ビワや、バナナをきれいにかごに持って、すぐ土産物に持っていけるように二列に並べてある。翔太郎はこのかごを見てきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもある。けれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことはない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はかご詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで、翔太郎はすぐそのかごを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いことと言った。翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持って参りましょうと言って、女と一緒に水菓子屋を出た。それきり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、7日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さん、どこへ行っていたんだいと聞くと、翔太郎は
電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車を降りるとすぐと腹へ出たそうだ。非常に広い腹で、どこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと、急に霧岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさいと言った。そこを覗いてみると、霧岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚に舐められますが、ようござんすかと聞いた。翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだった。けれども命には代えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた。翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏樹のステッキで豚の鼻づちをぶった。豚はぐーと言いながらころりとひっくり返って霧岸の下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついていると、また一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎はやむを得ずまたステッキを振り上げた。豚はぐーっと鳴いて、また真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。するとまた一匹現れた。この時翔太郎はふと気がついて向こうを見ると、はるかの青草原の尽きるあたりから幾万匹が数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの霧岸の上に立っている。翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる。翔太郎は心から恐縮した。けれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻づちを一つ一つ丁寧に貧乏樹のステッキで打っていった。不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていく。覗いてみると底の見えない霧岸を逆さになった豚が行列して落ちていく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は我ながら怖くなった。けれども豚はゾクゾク来る。黒雲に足が生えて、青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は必死の勇を振るって豚の鼻づちを
7日無晩叩いた。けれども、とうとう精魂が尽きて、手がこんにゃくのように弱って、しまいに豚に舐められてしまった。そうして、切岸の上へ倒れた。健さんは、翔太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのは良くないよ、と言った。自分ももっともだと思った。けれども健さんは、翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。翔太郎は助かるまい。パナマは健さんのものだろう。それでは皆さん、おやすみなさい。